はい、どうもしんです。本日はですね、ARC2 発売に向けてゲーミング PC を検討される方が増えてきておりますので、ARC に向けたゲーミング PC の選び方ということでご紹介していきます。割とですね、FPS 向けのおすすめスペック、選び方などは多く出ておりまして、いろんな人気タイトルですね、推奨パソコンなども出てると思うんですが、ARC の場合、推奨パソコンも見かけないですし、少し選ぶのに特殊な面もありますので、その辺を中心にですね、市販での購入の注意点や BTO でパーツを選ぶ場合の注意点などをご紹介していこうかと思います。ゲーミング PC ですね、高い買い物でもありますので、極力失敗はしたくない。店員さんに聞くのも一つの手段なんですが、店員さんもARCのことを詳しくしていないとですね、一般的な推奨の仕方にはなってしまいますので、極力予算で最大限楽しめるスペックの選び方というところでご紹介していきます。今回はですね、パソコンよくわからないよっていう人向けに、詳しい話は省略させていただきまして、見るポイント、注意点というところでですね、簡単にご紹介していこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。前半ですね、選び方やパーツについて、後半ですね、市販品や BTO パソコンを購入にあたっての見るポイント、注意点などをご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。では、本編どうぞ。ではですね、まず、ゲーミング PC の購入方法に関して大きく分けて3つ。市販品を買う。BTO パソコンを買う。自作する。自作に関しては、ある程度知識が必要な面もあるので、今回は省略します。市販品に関しては、そのままだとちょっと厳しい面がありますので、その辺の見るポイントと、市販品で対応する方法なども、後ほどご紹介させていただきます。おすすめは BTO パソコン。BTO パソコン何かっていうところなんですが、こちらは簡単に言うとオーダーメイドのような形で枠組みが決まっていて、その中で好きなパーツを選んでプロに組んでもらうというものですね。割と費用面で自作と考えられる方が多いんですが、基本的にはですね、コスパで言うとそんなに変わりはないです。失敗もしないですし、慣れてない方に関しては、まずは BTO パソコンでご購入がいいかと思います。続いて、ゲーミング PC の選び方というところなんですが、まず事前に検討しておくべきことがあります。大きく分けて4つ。1つがどんなゲームプレイをするのかを検討しておく。1つが購入予算をある程度検討しておく。1つがゲーム以外の用途を検討しておく。1つが主要なパーツ構成に関して限りなく検討しておく。一つ一つお話ししていきます。まずはどんなゲームプレイをするのかを検討しておく。これは今のゲーム大体ですね、ハイスペックな要求をされることが多いです。グラフィックも良くなってきてますので、それにあたってですね、ARC だけをするのか、ARC 以外のゲームをするのかによって選び方っていうのも変わってきますし、重視する点、パーツの選び方っていうのが異なってくるので、購入前にですね、まずは何をしたいのかっていうのを検討していただくのがいいかと思います。今回は余裕を見たご紹介していこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。続いて、購入予算をある程度検討しておく。これはですね、一発使えばやはり高くなってきますし、ご自身ご準備できる予算っていうのも出てくるかと思いますので、この予算の中でどのパーツに力を入れるかっていうところを含めてですね、検討していただく必要がありますので、予算として考えていただく。ちなみに BTO パソコンで今最高スペックで組むとしてだいたい70万ぐらい。もちろん上を見ればキリはないんですが、一応 CPU、GPU 最高スペックのものである程度組んだ場合70万ぐらいになってきます。続いてゲーム以外の用途も検討しておく。ここに関しても、例えば YouTube で配信するよ、動画投稿するよ、編集するよっていう方に関しては、それ用のスペックも考えておかないといけない。
使われるソフトに合わせて選ぶ必要も出てきますし、仕事用で使うとかですね、その辺も作業領域考えておかないといけない面も出てきますので、その辺も含めて検討しておく必要が出てきます。続いて、主要パーツを検討しておくという面なんですが、今のゲーム大体そうなんですが、グラフィックボードが最重要となってきます。特にアークはグラフィックボード寄りになってきます。なので、予算としてですね、最大限グラフィックボードにはつぎ込みましょう。優先順位としてですね、グラフィックボードの次に CPU となるんですが、CPU グレード一つ下げたとしても GPU をハイスペックなもので選んでいただくのをお勧めします。このグラフィックボードについてなんですが、こちらに関しても、例えばデュアルモニター、複数モニターなどでゲームプレイを考えている場合は、グラフィックメモリを多く搭載したグラフィックボードを選択していただくのをお勧めします。これは数字で出ているので見ていただければと思います。グラフィックボードに関しては、おおむね主流として2種類ありまして、NVIDIA 社の GeForce、AMD 社の Radeon となります。細かいところは違いあるんですが、好みで決めていただいていいんですけども、基本的にですね、ゲームによってどっちが有利なのかとかもあるんですが、割とゲーム配信とかですね、OBS 使ってたり、動画編集したりとかですね、される方に関しては、GeForce の方が各種ソフト対応しているものが多くなっておりますので、おすすめな面と、光関係ですね、レイトレーシングと呼ばれるものがあるんですが、格段に GeForce の方がレイトレーシングの性能が高いです。今現在。なので、これからですね、アークの場合、Unreal Engine 5も変わってきてですね、光表現なども良くなってきますので、ここに関しては GeForce を選んでいただいた方がいいかと思います。グラフィックボードですね、NVIDIA の場合、このように表記されます。NVIDIA GeForce RTX のこの場合409024になってるんですけども、後ろの部分は省略します。見ていただくのが最初の4090の部分ですね。最初の2桁に関しては世代になってます。今最新が40、3020が今のところあるんですが、数字が上がるほど新しくなっているというところですね。90の部分が種類80、70、60ぐらいがゲームで使うところになるんですけども、数字の後ろに TI がついているものもあります。TI ついているものは同じ種類でもグレード高いものだと思っていただければと思います。モンハンでいう G とかみたいな感じですね。RTX の16みたいなものがあるんですけど、あれはですね、スペック低いものでもあるんで、今回は省略します。続いて CPU。こちらはコア数やスレッド数などがあるんですが、その辺のお話は今回省略します。CPU に関しては主流が2社、インテル社と AMD 社が主流となっておりまして、インテルの Core i7 とかですね、AMD の Ryzen 7とかですね。これも今現状としてはですね、同じグレードであればそんなに差はないので、好みで選んでいただいてもいいです。ただ、インテルの方が古いので、対応しているソフトとかが多くてですね、よくわからない方はインテルを選んどいていただければと思います。インテルに関してはこのように表記されておりまして、割とインテルの場合第何世代って書かれていることも多いんですが、まず見ていただくのは i の後ろ9、7、5とあるんですが、ゲームで使うのはそれぐらいです。数字が上がるほど性能が上がると思っていただければと思います。今のところ i7、新しい世代だと i5 でも割とゲームできたりします。i7 が一番妥当なところですからね。ゲームだけであれば特別 i9 選んでいただく必要はないです。その後ろにですね、5桁の数字があるんですが、最初の2桁が世代の数字になってます。今、13900になっているんですが、これが13世代ということになります。これが11とかであれば11世代ということですね。900も意味があるんですが、ここは省略します。その後ろの KF に関しては、これそれぞれ別になってまして、まず K がついているものとついていないもの。ついているものに関しては少しレベルアップしていると思っていただければと思います。
F がついているものとついていないもの。これは CPU 内に GPU 内蔵されているものがあります。F ついてないものが内蔵 GPU があるもの。F がついているものが内蔵 GPU がないものになります。ゲーミング PC の場合、基本的にグラフィックボード別で付けていると思うので、量的にもですね、F ついているものをチョイスしていただいた方がいいです。ライゼンも今回は省略します。続いてメモリ。こちらは基本ですね、16GB 以上をお勧めします。ここにあたって一概に 16GB と言ってもですね、メモリを何枚差しにするかで性能が変わる可能性があります。おすすめは2枚差しになりまして、8GB を2枚で 16GB。性能を発揮しやすい部分がですね、1GB2 枚、4GB4 枚。16GB 1枚。1枚で動かす方が少し発揮はしにくいということになります。メモリに関してはですね、もちろん会社さんによってもスペックが違ってくる部分はあるんですが、この枚数ですね、2枚出しにしていただくのが一番スペックとしては引き出しやすいということになります。プラス 4K などの本格的な動画編集であったりとか、ゲーム配信とかされる場合は 32GB も検討いただくといいと思います。今ですね、64まで上げる必要はほぼほぼないと思います。もう一つが、メモリに関して規格がですね、DDR4 と DDR5 が主流となっております。これは世代が変わったと思っていただければ分かりやすいとは思うんですが、もともとですね、DDR4 に関しては2014年に発売されたもの、ここからずっと第一線で活躍してきたんですが、今 CPU ですね、コア数も結構増えてきているので、対応しがたい部分も出てきまして、DDR5 が2021年に発売されました。もちろん4でも問題はないので、費用面で抑えていただいてもいいんですが、比較的13世代とか今後のものに関してはですね、できるだけ DDR5 をチョイスしていただいた方がいいかと思います。差し込み口が違うので、後で差し替えるっていうの気軽にできない部分もありますので、ここは少しですね、13世代で CPU 買われる場合は DDR5 をご検討いただいた方がいいかと思います。当時的にはこういった感じですね。DDR5 の後ろの数字も意味があるんですが、今回は省略させていただきます。続いて、ストレージ。こちらに関しては、ARC、特に注意しないといけない点になりまして、ARC ですね、全部ダウンロードすると、だいたい500ギガ近くまで来ます。プラスアルファでモッドとか入れると、さらに大きくなりますね。今後 ARC2 も購入することを考えると、そもそも500ギガのものであれば足らないということになります。1テラでもしんどいです。OS であったり、その他もある程度入れたりすると思うので、1テラでも比較的しんどいと思っていただければと思います。それにあたって、まずストレージ大きく分けて3種類ありまして、NVMe SSD、また SSD、HDD とあります。それぞれコストパフォーマンス、読み込み速度の違い、容量なども異なってくるんですが、まず読み込み速度というところに関しては、早い順で NVMe SSD、また SSD、HDD となります。読み込み速度に関しては、ゲームのロード時間に影響しまして、ARC のようなオープンワールドのものに関しても、マップの読み込みであったりとかですね、読書とかのマップ切り替え時とかですね、その辺の読み込みに対応してきます。ここに関してはですね、極力ARCに関しては NVMe SSD に保存していただいた方がいいです。各ストレージごとの使い分けというところなんですが、何もですね、メイン一つに絞る必要がなくてですね、複数設置する方がコストを抑えれます。OS とかメインでプレイするゲームに関しては NVMe SSD。現在プレイしてないゲーム、たまにするゲームとかであれば SATA SSD とかHDD に保存していただいて、ほぼ今してないゲームとか、あとゲームプレイの録画データなどに関しては HDD に保存するという使い分けをしていただくことによってコストを抑えることができます。例えば3テラってなった時にですね、2テラを NVMe SSD にして、1テラですね、HDD にするなども取れますし、1テラ NVMe SSD にして、やってないゲームとか、録画とかは HDD に保存するという手段もあります。
HDD ですね、比較的安くなりますので、もう少し容量を上げるという手段もあります。ここに関してはですね、特に ARC の場合容量が大きくなりますので、市販に関しても PC 用パソコンに関しても一つの NVMe SSD に保存するということではなくてですね、HDD と分けて保存するという手段を考慮していただいた方がいいかと思います。特に動画投稿者に関してはですね、録画データとかも溜まると思うので、その辺は外付けでもいいので HDD に保存する方がいいかと思います。3種類揃える必要はなくてですね、できれば SATA SSD で保存したりとかもいいんですが、一般的にいくと NVMe SSD と保存用に HDD っていう構成はですね、使っていただければと思います。ちなみに表記はこういった感じになってまして、Gen 4とかですね、同じ NVMe SSD でもですね、シリーズがありまして、数字が増えていくほど読み込み速度が速くなると思っていただければと思います。続いて、重要な電源ユニットになります。電源に関しては、基本的に CPU とグラフィックボードが消費電力の大半とはなるんですが、電力足らずにですね、うまく性能を出せない場合もありますので、よりよく出すためにもですね、電源は重視しましょう。選ぶポイントなんですが、CPU と GPU の合計値 ×2 倍が日本の目安となります。今の世代のものであれば、だいたい800ぐらい。場合によってはですね、1000とかになってくるんですが、ここに関してもですね、1200あれば基本的には余裕が出ると。1000ぐらいしておけば、とりあえず後の増設とかも含めてですね、あまり心配はいらないと思います。800ぐらいはちょっとギリギリとは言わないんですが、最低限必要なレベルになってくると思います。電源に関してはですね、もう一つありまして、グレードがあります。これに関してはですね、これ 1000W ですね。80プラスのプラチナになってます。グレードに関しては、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、チタンまであるんですが、基本的に電源を入れて変換して強くしてます。この変換の間でロストする電力があります。これの変換効率で違ってきます。100もらって80で出すのか、100もらって90で出すのか、みたいな感じですね。同じ電源でもですね、グレード高い方が効率よく電源を出せますので、瞬間的な電力の供給もそうですし、電気代にも対応してきます。これもできるだけいいものを選んでいただいた方がいいと思うんですが、最低限ゴールドのものを選んでいただいた方がいいと思います。続いて、冷却パーツに関して、温度はですね、PC の最適になりまして、寿命が減ります。あと、性能も落ちてしまうんですけども、基本的に極力安っていう面があります。まず、CPU クーラー。これは、水冷、空冷あるんですが、あと、簡易水冷とかもあるんですが、その辺は今回省略させていただきまして、基本的には水冷の方がよく冷えるということになります。ただ、水冷の方が値段も高くなってきます。割と最近の CPU ですね。今の世代のものは、性能上がってる分熱も上がりやすくなってますので、極力水冷を選んでいただいた方がいいかとは思います。続いてケースファン。これは主に吸気、換気、それぞれあるんですけども、選べるんであれば最大限つけといていただいていいかと思います。サイズとかいろいろあるんですけど、その辺は今回は省略します。続いて CPU グリス。こちらはなるだけ選べる最大限高いものを選びましょう。言うて高いものですね。数千のものです。3、4千円ぐらいとかの違いしか出ないので、これで冷えるんであれば一番いいものを選びましょう。その他ですね、いろいろあるんですが、今回はこれぐらいにしておきます。こちらで予算に合わせてですね、どういうパーツを選ぶかっていうところを決めていただいて、パソコン選びに活かしていただくということになりますので、ぜひ一度自分なりにですね、検討してみていただいてはいかがでしょうか。続いてですね、市販品に関して。こちらですね、今現在自分が使っている PC になってます。自分買った時は17万ぐらい、もうちょっと安かったと思うんですが、
スペックとして RTX2070 Super8GB ですね。ノートパソコンになってるんで、これもちょっとノートパソコン用の薄型のグラボになってますんで、ディスクトップのものよりは少し性能が落ちます。概要欄にある通りですね。CPU は i7 の第10世代。メモリーとストレージは増産してます。基本的にですね、このノーマルの状態でも、ストレージだけ増産していただければですね、そのままでも Arc、4K 画像でも遊べます。基本的にノートパソコンとディスクトップであれば、ディスクトップの方が安く済みます。ディスプレイついてる面もありますし、同規格でもスペック、ディスクトップの方が高くなりますんで、自分がノートパソコンでやってるのは、ノートパソコンでもアークできるんだよっていうところをご紹介したくて、ノートパソコンでしてます。市販品のスペックに関してはですね、このように出てまして、それぞれお店にもよると思うんですが、Amazon であれば、割とゲーミング系に関しては細かく出ている場合が多いです。こちらの先ほど見ていただいたものですね。でも、ノートパソコン用になっている H とかついてるんですけども、見るところは一緒です。最大容量改造してどこまで使えるかっていうところが表記として出てます。ディスクトップだと、これマウスのものになってるんですが、これも BTO メーカーです。BTO で買った方がいいんじゃないかなと、個人的には思うわけなんですが、そこに関しては今回は置いておきまして、スペック的にはですね、ストレージ1テラになってるんですけども、1テラでもギリギリっていうところがあります。グラフィックボードが3060というところで、12世代の i7 がついているというところになってますね。メモリーが 8GB2 枚出しの 16GB となってます。BTO でですね、SSD 増設していただくとか、割と市販品は1テラで収まってることが多いです。1テラにハードディスク1テラなら割と楽できるかなっていうぐらいですね。割とストレージ面が難しいです。市販品選ぶ場合ですね、ストレージに関しては内蔵を差し替えていただいてもいいんですが、そんなに難しくないんですけど、差し替えるだけなので開けてですね。それでもちょっと悩む方に関しては、外付けで SSD とかですね、HDD つけていただくっていうのも一つの手段ですね。もともと差し替える予定であれば、ストレージですね、低いものを選んでいただいてもいいし、別枠でサブストレージとして付けることもできますんで、そこはですね、状況に合わせて選んでいただければと思います。一応概要欄に今現在使っているパーツですね、それぞれ Amazon の URL あればですね、つけておきますので、一度ご確認いただければと思います。余談なんですが、Amazon でですね、検索をかける場合、ゲーミング PC で検索をした場合、このように出てきます。この中には Amazon が取り扱っているものと、Amazon に出店している別の会社さんが取り扱っているものなどもあります。その中には、騙された系とかもですね、よく YouTube に上がってると思うんですが、含まれてたりする場合がありますので、一応検索方法のおすすめとしてですね、こういったコマンドがあります。これを検索結果の URL の一番後ろにですね、つけていただいて、再度エンターを押していただくと、このように Amazon 取扱品のみ抽出することができます。Amazon ですね、ゲーミング PC に限らず、各パーツですね、追加で購入を考える場合ですと、この手段で抽出してですね、選んでいただいた方が安全です。これも概要欄に貼っておきますので、ぜひご活用いただければと思います。あと市販品でですね、ちょっと面白いものを見つけたのでご紹介しておきますと、こちらですね、ミニパソコンの分類に入るんですが、薄さがこんな感じ。ノートパソコンの畳んだぐらいか、それよりも薄いぐらいのサイズになっておりまして、スペックはですね、今使っている自分のパソコンよりも高いです。3070なんでね。値段も169,590円。32が1テラにすると18万ぐらいになってます。まあ割引してですけども、結構おすすめで。ちょっとストレージが心もとないので、その分だけ外付けであったりとか差し替えできるんで、わかる人は差し替えていただいたりですね。使っていただければ、PlayStation よりコンパクトに使えるものになってますので、ただ注意点としてなんですが、中身がですね、ノートパソコンの中身です。
なんで、ディスクトップなんですが、中身のパーツはノートパソコン用になっているので、購入するときはノートパソコン用のものを購入していただいた方がいいです。差し替える場合ですね。これは結構面白いですし、YouTube 動画なども結構ありますんでね、見ていただいて検討していただければと思います。最初のゲーミング PC とかであれば、こういったのをチョイスしていただくのも一つです。続いて DTO パソコンなんですが、有名どころで言うとドスパラのガレリア、こういったやつとかですね。あとはこういった感じのパソコン工房、レベルインフィニティとかですね。この辺が2大有名どころですね。割とカスタムが自由度が高いのがサイコム。これ結構おすすめではあるんですが、最初ちょっと選べる範囲が広いので難しいかもしれません。もう一つですね、BTO パソコンとしてロンティア。これはですね、特徴としてセールよくしてるんですが、セール品に関してはかなりコスパが高いです。セール品でちょうどいいのがあるんであれば、フロンティアおすすめです。これもちょっと500とか1テラとかしかないので、その辺に関してはちょっと増設が必要になってくると思うんですが、かなりですね、安くコスパよく収まりますので、一つの選択肢として選んでいただければと思います。ストレージだけ考えましょう。例えばですね、パソコン工房とかですと、選び方でいくとゲーミング PC ですね。GPU メインで選びたいので GPU。例えば最高スペック4090ですね。押していただくと、このように出てきます。よく見るミドルタワーとかは箱の大きさだと思っていただければと思います。例えばこのようにですね、13世代インテル i7 の4090で選んだ場合、RGB 付きですね、ライト付きのものを選んだ場合、このように出てきます。この中で基本構成カスタマイズ積もりをしていただくと、このようにカスタマイズができるページに移動します。基本的な流れは一緒なんですが、それぞれ変わってくるんですけど、パソコン工房の場合は、保証関係ですね。ここはお好みで選んでいただいて、ソフトですね。ここに関しては使うかどうかでオフィスいるかいらないか選んでいただいて、セキュリティですね。好みで。OS に関しても、ゲームだけならもうホームでいいと思うんですけども、ビジネス的にですね、Windows 変わるんであれば、プロにしてもいいと思います。CPU 冷却ウリス。これ一番高いのを選んで、CPU クーラーも、ものによっては空冷とか水冷とか選べたりしますが、基本的に13世代のものは水冷になっている場合が多いです。固定されている場合が多かったりすると思います。メモリーが DDR5 になってます。例えば 32GB にしてみましょう。ストレージですね、2テラにしまして、今回セカンドストレージとかは選ばないんです。HDD に関してもですね、好みにもよってくるんですが、例えば2テラから4テラに上がるのに、その差額2600円ぐらいなんですね。4テラから6テラに上がるのに8000円ぐらい値段が上がってます。なんで、割と2000円とかであれば、2テラ買うつもりだったのを4テラにするとかも一つです。値段に関しては時期によってパーツとか在庫とかブームとかで値段が変わってたりしますので、その都度見ていただければと思います。あとは特にこれの場合は選ぶところがないので、あとネットワークカードですね。ネットワークカードついてない場合が多いんですが、これは基本固定で入ってますね。Bluetooth に関してはですね、内蔵カードであれば、そんなに問題がない程度の遅延になります。PS されるマウス操作とかはちょっとしんどいかもしれないんですが、イヤホンとかですね、Bluetooth 使われている方は内蔵で入れていただいた方がいいです。外部の USB で付けるタイプのものだと結構な遅延になってしまうので、Bluetooth 使う場合は内蔵カードを入れていただいた方がいいかと思います。ドライブは比較的今ないんでですね、ドライブ読み込みできたりするんですけど、たまに物理的にですね、DVD から読み込まないと使えないものがあったりするので、その辺は付けるか付けないかを選んでいただければと思います。ファンですね。これも選べるんであれば最上級につけましょう。電源は予算と相談してですね、極力多めに設定していただいた方が、後で外付けで増設したりとかですね、余裕が出ますんでね、検討いただければと思います。だいたい今の世代のもので買うんであれば、1000とか1200になってくると思います。BTO の場合はだいたい最低限のラインを選べるようにはなってますので、その辺でピックアップしていただければと思います。
あとは周辺機器選んだりとかなんで、持ってない人はこの辺からチョイスしてもいいですし、別途 Amazon の安売りの時とかにですね、買っていただくっていうのも一つです。一応ディスプレイの選びに関してはですね、リフレッシュレート高いものでもいいんですが、FPS するわけではないんで、どちらかというと、綺麗な見た目の方がいいかと思いますので、4K 対応のものであったりとかですね、画質の方を選んでいただいた方がいいかもしれません。値段上がりますけどね。ディスプレイの選び方まで話し出すとちょっと長くなってしまうので、今回はこれぐらいにしておきますね。お好みで選んでいただければと思います。あとはカートに入れて購入になってきますので、比較的ガレリアとかですね、パソコン工房は選べる項目がですね、少なくなっていますので、割と最初選びやすいかと思います。ガレリアですね、基本的には他のより値段高い場合が多いです。ただその分ですね、例えばこの一度カードサポート、GPU の揺れ防止とかですね、立ててるんで、揺れると差し込んでるだけなので傷みます。それを支えるバーがあるんですけども、超ガッチリしたものがついています。高いなりにしっかりしたものが届くので、余裕あるんであればガレリアチョイスもありです。ちょっと高くなりがち。ただ、ブランドネームだけではなくて、ちゃんとしているっていうところあるんで、そこは安心してご購入いただければと思います。割とわかる方はサイコムですね、選んでいただくと、結構細かくいろいろできますのでね、こういった自作するような見た目いいものも含めたりしますのでね、あとダブル水冷とかですね、含めたりしますので、そういった形でもですね、見ていただくのも面白いかと思います。出来合いのもので買うんであれば、フロンティアチョイスしていただければと思いますので、ストレージだけご注意いただければと思います。あともちろん、ストレージとかですね、いろいろ増設するんであれば、電源の方も見直したりとかありますのでね。この辺は費用を下げるのに、結構ギリギリを狙っている場合とかもあったりするので、この辺はご注意いただければと思います。はい。では本日は以上となります。簡単にですね、アーク向けのパソコンの選び方、注意点、主にストレージになってくるんですけども、ご紹介させていただきました。ざっくりとした簡単なご紹介ではあるので、ちょっとでも参考になれば幸いです。慣れてくればですね、こういったサイコムとかでおしゃれなものをですね、購入してみるのもいいですし、自作にチャレンジしてみるのも面白いかと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。